こんにちは、ルイズボートヤードです。今日はですね、脱サラして太平洋をぐるっとヨットでですね、一人で、クルージングしてきた直樹さんにお話を伺おうと思います。もう直樹さんですね、つい先日3日前ぐらいだと思うんですけれども、太平洋を回ってきて日本に帰ってきたばかりということで、まだね、興奮冷めやらぬと言いますか、そのね、海の上でいろいろ緊張状態だったと思うんですけれども、その状態まだ続いてるんじゃないかなと思うんで、結構その雰囲気とかも、もしかしたら伝わってくるんじゃないかと思いますので、だんだんね、日本に長くいれば薄まってくる部分あると思いますから、これからね、LINE でね、お電話してお話ししようと思います。で、僕の自己紹介なんですけれども、RBY のルイと言います。僕はですね、妻と一緒に夫婦で、ヨットで旅をしていて、去年ちょうどですね、今1年日本を出港して、フィリピンと、インドネシア、東ティモールという国も行ったんですけど、旅してて、今インドネシアのアンボンというところに滞在しています。で、じゃあとにかく直樹さんにですね LINE かけてお話ししていきましょう。今回は、直樹さんのお話になります。音声がもしもーし。もしもし。どうもこんにちは。こんにちは。音声大丈夫ですかね？聞こえてますかね？いい感じに聞こえてます。本当ですか？じゃあ今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、唐突。まず、今回のその太平洋クルージングですね、お疲れ様でした。ありがとうございます。で、またね、無事に日本に到着されたということで何よりですね。到着したのは何日前でしたっけ？一昨日ですね。まだ一昨日ですね。はい。めちゃめちゃ新鮮ですね、じゃあまだ。まだ、はい、そうですね。なんかありきたりな質問ですけど、久々ぐるっと回ってきて日本どうですか？新しいお札を見ておおって思います。はい、変わってますね、もうね、いろいろ。はい、でもそんなに今まで通りそんなに、変わった感じはしないですね。そうですか。相変わらずの日本ですかね。はい、そうですね。はい。ですね、そう、僕が直樹さんと初めて会ったのが2、3年前ぐらいですかね。そうだと思います。はい。直樹さんのホームポートの、マリンピア武蔵。そうです。はい。ですね。に僕がその開港途中で偶然立ち寄って、その時に初めてお会いして、で、そうですね。はい。今その太平洋クルーズしてきた船もね、その時に見せていただいて。そうですね。はい。というのが僕たちの出会いだったんですけれども、簡単にその直樹さんについて、YouTube をその今回のクルージング、脱サラ太平洋クルージングということで毎日更新されてたんですかね？走ってる時はほぼ毎日で、停泊中は何かイベントがあったごとにですね。なるほど。だいたいリアルタイムで発信されてましたよね。そうですね。次の日に撮った次の日にだいたい上げてたと思います。なんか簡単に自己紹介してもらってもいいですか？ヨットとボートが好きで、そっち方向をずっと追い求めて遊んでます。セーリングはですね、10歳ぐらいの時にディンギーから始めまして、ミニホッパーとかシーホッパーとかいうちっちゃい船なんですけど、なるほど。で大学生の時に、クルーザーヨット乗り始めました。部活動がありまして、クラブで乗ってました。そうですね。で、クルージングに出たくなりまして、で大学生の時に船を安く買いまして、1隻目を。で、
その時に、本州一周とか、うんうん、西宮に船を置いてたんですけど、うん、そこから沖縄に行ったりとか、はい、韓国に行ったりとか。あ、韓国も行ったんですね。そうですね。はい。で、そういうヨット、結構旅したいタイプですね。あ、なるほどなるほど。で、仕事的に言うと、うん、ボートが好きなんで、はい、ボートヨットが好き、そっち方向で、ヨット買ったヨット屋さんで、はい、学生時代それもアルバイトしたりですとか、はいはいはい、でサラリーマンで就職したんですけど、うん、大学出てから、うん、その時は、ボートプレジャーボートの仕事をしてまして、うん、船の、技術面のちょっとした設計とか、はい、生産技術系とか、はい、あとちょっと品質問題があったらそれ対応したりとか、そういう幅広い技術面の仕事をしてました。もうじゃあ船のそういう技術面ですね、開発とかなんかいろいろ全般に関わる、そうですね。で、ボートとヨット好きで、そっち方向を仕事にしたいなと思ってやってました。あ、そうなんですね。なるほどなるほど。でそれを、今回のクルージングの直前までお仕事をされてて、でそれをやめてクルージングに行ったっていう感じだったんですね。そうです。脱サラをしました。なるほど。サラリーマンだったのを脱サラしていったということで、じゃあ現在は、特に仕事はない状態という感じなんですかね。そういうことです。はい。なるほど。わかりました。でもなんかね、ちょっと事前に聞いた話では今後もヨット関係のお仕事をされるっていうことで、またそれも後でちょっとできたお話聞きたいと思うんですけれども。はい、そうですね。はい。じゃあ最初に、学生時代に買った船っていうのが、どんな船だったんですか？それがニュージャパンヨットのソレイユルボンっていう船ですね。で、今乗ってるのはまた2代目の船になるわけですか？そうですね。2020年に買いまして、はい。2隻目の船はバンドフェットっていうモデルで、はい。30フィートの船です。30フィート。これも同じニュージャパンヨット製でしたっけ？あ、そうです。はい。同じニュージャパンヨット製の今度バンドフェット30という船に乗り換えて、でそれで今回の旅に出てたわけですね。はい。なんかでも僕今回のYouTube で見てての、YouTube に全部が出てるわけじゃないと思うんですけれども、なんか見て感想、なんかめちゃめちゃスマートだなと思って、なんかさらーっと行ってさらーっと帰ってきたなみたいな印象だったんですけれども、はい。なんかやっぱそういうお仕事のね関係もあるんだと思うんですけど、やっぱデザインが素晴らしいですね。なんか自分のねクルージングのこの旅の全体の設計であったりで、それに必要なものは何が必要であったりとか、なんか実際の部分だけじゃなくても、なんか自分の理想とするヨットのこの姿とかで、それを現実的なところに落とし込めて形にするっていうところまでのなんかデザインめっちゃスマートだな、なんか無駄がないなって思いました。ありがとうございます。自分の思った通りにやって、それほど苦労せずに、ひどい目にも合わずにいけたっていう感じですね。そう、今回全体通してなんか大きい天候とか船体の問題とか、なんか大きい問題ってあったんですかね？いや、特に一番荒れたのは、出発して10日目ぐらいで、40ノットぐらいもう低気圧に追いつかれて、それぐらいで、他は、特に荒れるってことはなかったですね。日本出発してだいたいずっと東に進んでったんですかね？そうです。はい。あまり北に上がらずに、北に行くと、アリューシャン列島に近づくと距離が短くなるんですけど、それほど寒いところに行きたくなかったんで、それほど北に、上がらずに、緯度が
まあ多分福島県とかぐらいの移動まで登って、まあ、東に走るというぐらいな感じでした。それは今なんか北にあんま行きたくなかったのはなんでなんですか？まあ寒いっていうのと、あと荒れやすいっていうところですね。はい。まあ、でやっぱし、どうぞ。一番あったかい時期、7月後半に出て8月ぐらいに、まあ、太平洋を走ってたんですけど、まあ、それでも結構寒かったですね。あ、そうなんですね。その時期でも寒いですね。寒かったですね。はい。その時期出港したのは8月だったんですか？7月の18日だと思いますね。7月の18日に出港っていうことで、この、なんかタイミングってどうやって決めたんですか？もうちょっと早く出たかったんですけど、6月ぐらいとか、ですが、アメリカのビザですね、ビザを取るのにちょっと手間取りまして、で遅れてそれぐらいの時期になっちゃいまして。なるほどなるほど。遅くなると台風のリスクが日本付近で台風のリスクが大きくなるんで、早く出たかったんで、っていう感じです。はい。もともとじゃあもうちょっと早くは出たかったっていうその決定はどういう判断でやったんですか？なんか本とかで読んで、それぐらいの時期が一般的って見た気がしますね。まあ日本でいうと台風来る前ぐらい。そうですね。はい。に出るみたいな感じが、そうですね。日本から、まあそれは今回まあサンフランシスコまで行かれた、まあ大体日本からねアメリカ行くとサンフランシスコを目指すようなルートが多いですけど、まあそのルートだとその季節がまあ一番いいっていうのを見たっていう感じですか？おそらく台風シーズンの前っていう感じですかね。なるほどです。まあやっぱ結構日本近海が荒れるじゃないですか。とりあえずやっぱその時期夏のね安定してる時期っていうのがまあ日本の近海的にも安定してる時期ではありますよ。そうだと思います。でまあじゃあもう10日後ぐらいでしたっけ、一番荒れたって言ってたのは。もう随分日本から離れて、もう日本の影も形も見えないようなところあたりで結構天候が荒れたと。そうですね。なんか低気圧が、多分フィリピンぐらいでできたやつが日本の付近を通って、でまあ東日本ぐらいから東に向かってアメリカ方向に低気圧がなんかどんどん進んでいくような、多分そんなイメージかなと思うんですけど、まあそれに追いつかれて感じですかね。これってもう出発する時点ではなんか1週間以降の天気予報ってなかなか予測できないじゃないですか。そうですね。これはなんかどれぐらい想定されてた状況だったんですか、それは。もうそれはもう定期的に低気圧が通り過ぎていくんで、まあ何個かは巻き込まれるなっていうのは初めから仕方ないのかなと思ってました。だから耐えるのみという感じでしょうか。なるほど。全体としてはそれぐらいはあるだろうなっていう中で、まあその想定していた中ではどんなだったんですかね。想定内だったのか想定以上だったのか。あまり僕もイメージがあまりついてなかったんですが、ですからまあこんなもんかっていう、それほど思ったよりひどくはなくて苦労もしなかったかなという感じですね。波の高さはどれぐらいだったんですか？まあ自分でもあんまりよくわかんないんですけど、まあ動画で撮ってたぐらいの感じなんですが、動画だと結構なんかしょぼく映りますよね、実際より。そうですね。でも僕もあまりなんか波を見て何メートルかってよく分かってなくて、
多分3メートルとか4メートルとかそれぐらいなんじゃないかなと思うんですけど、なんかこう船にバシャーンってくるとかそこまでではなかったみたいな。ですね、まあそれもありまして、はいはい、でもそういうコンディションになったら、まあ、横からぶつかられると結構辛いんで、もう、風下に向けて、真後ろから波を受けて、デッドランに走ってってしてたらかなり楽で、それほど辛くはなかったですね。なるほど。それは実際行きたい進路ではない方向に行ったってことですか？そうですね、確か、はい、行きたい進路じゃなくてももう風がだんだん上がってきて、でまあ待っとけば1日とかで通り過ぎていくんで、まあ、その間はもうそのデッドランの角度でただやり過ごすという感じでしたね。まあ戻るまでじゃないけれどもちょっと横方向走るぐらいなイメージですかね。そうですね、戻ることはなかったですね。まあ、じゃあそんな感じで一応追っ手にして悪天候をしのいでまたその続けていったっていう感じだったんですね。そうですね、はい。それがまあ太平洋渡って、まあ、今回の全体の中でも一番ピークだったと。そうですね、大変な時はそれぐらいですね。はい。あれで、今回何日間、とりあえずサンフランシスコまではかかったんですか？多分48日ですかね、多分。はい。48日。はい。まあ、じゃあ2月はかかってないんですね。かかってないですね。はい。これ想定していたペースからするとどうなんですか？ちょっと早く行けたと思いますね。あ、本当ですか。多分まあ60日ぐらいかなと思ってたんですけど、はい。平均するとどれぐらいの速度だったんですか？4ノットから4.5 ノットの間ぐらいだったと思いますね。いいですね。いいペースですね。はい。そうなんか見てて思ったんだけど船よく走りますよね。あ、意外とよく走りましたね。はい。なんか軽風でもね、なんか結構進んで逆にそのウィンドベンの操作が微妙になってしまうぐらいよく船自体を走るなっていう印象でしたよね。あ、そうですね。軽風が特によく走ってくれて助かりましたね。はい。なんかその海上での船の全体的な部分、なんか腰が強い弱いとか、なんかそういうとこでいいな悪いなみたいな感じたとこってありました？あ、この船はですね、結構腰が強い船で、結構バラストが重ためだと思うんですよ。でそれでかなり助かりましたね。であと船もなるべく重たくしないように注意してて、でそれが軽風の時の走り、多少良くなったかなと思いますね。いやそうドジャーのねブログ見たんだけど、30キロとかで作ってますもんね。あ、そうですね、30キロ台ですね。はい。もうだってカーボンとかも使ってるからもうこれすごいと思ってバキュームもしてもうこれ完璧じゃないですかみたいな、もう軽くてめちゃめちゃ強いみたいな感じで、いやすごい。だからそういうのがねやっぱりちゃんと効いてるわけですね、一個一個が。そうですね。あと荷物をあまり積みすぎないように結構注意してました。はい。やっぱねそういうこれからね他の船のねことを聞いていきたいんですけれども、やっぱその辺のすごい、念入りなスマートな準備があったからの結果だと思うんですよねスマートに回ってきたっていうね、それすごい思いますよね。ありがとうございます。なんかそうだからその船の準備のことに聞きたいんですけど、まずもうちょっとその船自体のこと特徴、船体について何かあったら教えてほしいなと思うんですけども。なんでしょうね、もともとクルーザーレーサーみたいな性格の船で、デザイナーがフランス人で、製造が日本人。そうですね、デザイナーはフィノさんっていう人ですね。で造船所は
ニュージャパンヨットで日本ですね。製造何年ですかね。1986年ぐらいだったと思います。じゃあまあまあの年式なんですね。古いですね。はい。もう今30年40年。そうですね。40年弱ですよね。40年ですね。はい、結構経ちますよね。はい。なんかそうブログ見たら前のその26フィートのやつがすごく気に入ってて、でまた同じニュージャパンヨットの船にしたっていうのを見たんですけど、その前の船とかどんなとこが気に入ってたんですか？ですね、結構しっかりしてるっていうかカチッとしてる感じがしますね。合成があるというか、で不安がないという感じですね。でマスト周りもリグもしっかりしてまして、それほどここが弱いだろうなっていうところがないっていう感じですね。なるほど。はい。まず一番大事なとこですよね。そこの信頼性。そうですね。はい。信頼できる船っていう感じですね。はい。なんか、クルーザーとしての間取りとかはどうなんですか？かなり一般的じゃないかなと、特に特徴がない感じかなと思いますね。はい。コックピットの操船のしやすさとかはどうなんですか？それもかなり一般的な。一般的にこの船自体が非常にオーソドックスな、中庸っていうんですかね、そういう性格の船だと思いますね。なるほど。なんか走りの癖みたいのは何かあったりするんですか？いや、それもあまりもうなんていうんですかね、重要な感じの、尖ったところがないかなと思いますね。なるほど。じゃあなんかね、ベースとしてすごくもうとにかく一番大事な船体自体は信頼できるっていうところで、デザインは一番使いやすい感じのデザインということですね。そうだと思います。はい。ブログでもね結構拝見したんですけど、その準備、まずその今回の太平洋クルージングに行こうと思ったのはいつ頃だったんですか？船を買った後ですね。船買ったのが何年前でしたっけ？2020年ですね。2020年の春ぐらいに買いまして、5年前ぐらいに買って、それから1年ぐらいして本格的に準備を始めた感じですね。なんかそれまでその太平洋を回るのが夢だったとかなんかあったんですか？そうですね。前の船26フィートで、本州一周とか沖縄行ったりとかしたんですけど、国内クルージングって大体エンジンで走ってますんで、それがちょっとヨットの本質じゃないっていうか、物足りなさがあって、でもセーリングでしか行けないとこに行きたいなという、でそれで考えたらアメリカ方向行くか、南の方行くかっていう感じですが、アメリカ行こうかなっていう、そうで、あと走ったことない海を走ってみたいなっていう、そういう思いですね。今回大体割合的になんか燃料どれぐらい使ったとか分かります？行ってから帰ってくるまで多分300リットルも燃料買ってないと思いますね。外洋だとエンジン回してる時間は少ない、ペラ回してる時間は少ないですね。動画見ててもね、本当なんか風止まっちゃった時に本当回転も最小限で一応船を動かしてるみたいな感じでしたよね。そうですね。で風が止まるのも丸1日2日ぐらいなので、それ以外は風が吹いてたかなと。
感覚的に言うと、その48日間の中で何時間ぐらいエンジンで走ってたんですかね。どうですかね。ちょっと待ってくださいね。ちょっとメモを見て、燃料どれだけ使ったかなと思いまして。でもリッターどれぐらいなんですか。もう回転落としてたら1リットル以下ですね。500cc から1リットルの間ぐらいかなと。時間。はい。今回の全行程は何日だったんですか。日本出発して日本に帰ってくるまで。11ヶ月弱って感じですね。おお、じゃあもうほぼ1年ですか。そうですね、はい。おお、結構長かったですね。そうですね、はい。ですね、メモで、日本から出てアメリカに行くまでに使った燃料は85リットル使ってました。85リットルっていうことは、何時間になるんですか。まあ時間1リットルと、あとですね、あと充電で結構回してる時期もあったんで、まあ寄送してるのは70時間とかそれぐらいですかね。なるほど。じゃあまあ、3日、長くて3日分ぐらい、丸3日分ぐらいっていうことは、まあやっぱ1割に満たないってことですね。まあ大部分セーリングで風だけで走ったっていうことですよね。そうですね、本当に無風の時だけエンジン回してたかなと。向こうのそのアメリカの後、南太平洋の島をこう転々としてた時も割と風でこう島と島は移動してたって感じですか。ほとんどそうですね、はい。一回そうですね、太一からタハ通っていく時は2日間まるまる無風で寄送してたんですが、それ以外はほとんどコンスタントに風が吹いてて、ちょっと止まった時もありましたけど、貿易風かなんかずっとあの辺りは吹いてるんですかね。そうですね、貿易風のところはずっと止まらずに吹いてましたね。はい。じゃあ本当にセーリング、特にそっちの方向にはしやすい環境なんですね。そうですね、はい。でもうほとんど毎日同じ風が吹いてるんで、もう天気予報も風予報も見なくてもずっと一緒で、はい、非常に気楽な感じでした。それは本当すごい、変わらないっていうのは本当楽ですよね。楽でした、はい。荒れるでもなしにずっと吹いてくれるっていうのはすごいですよね、やっぱね。はい、そうですね。じゃあちょっとその船の準備のところをもうちょっと聞きたいなと思うんですけど。